とじゃあデッサンちょっと見ながら何かあったら言っていただくっていうのでいきましょうかね。はい、これ実は最後から2番目に作った作品の、アイディアスケッチとドローイングですね。はい、下にいて登ろうとしているのは子供で、上から引き上げようとしている人たちと、下から持ち上げようとしている。じゃあ次行きましょうかね。このドローイングはその姿がイメージとして浮かんで、それをどうやって彫刻にしていくかっていうのを考えるんですけど、ポンと湧いたイメージをこう書き留めるためにしたドローイングですね。でこれをもとに、粘土で原型を作っています。はい、これが、今後ろにある作品の粘土原型ですね。はい、型取りをするので反転するんですけど、これもさっきの作品の粘土原型です。はい、作ってる作品のこれも結構さささと描いたドローイングに、今回はすごくドローイングに忠実に作った先にドローイングをしっかりじゃないな、ざっとイメージのドローイングを描いた後に完全にレリーフにします、粘土で。これはずっと、結構昔からあるイメージなんですけど、これだけ結構ちゃんとしたタイトルがあって、空にある光の数っていうタイトルです。上から降ってくる光を粘土で一個ずつつけています。光が山に降り注いでるのを中学校ぐらい、13歳ぐらいの時にふと発見したんです。発見したんです。ずっと空見てるとチカチカ光ってくるんですよ。視覚的に目の前がチカチカしてきて、1時間ぐらい見てるとこうチカチカしてきて、その数を数えてたっていうのがずっとあって、それをそのイメージはかなり昔から持っていて、今回はそれをレリーフにしました。中学生の時はどこに住んでられたんですか？東京です。東京です。はい、多摩地区です。これ一番最初に作った作品なんですけど、よく見ると人間の顔がどっちについてるかわからないように作ってます。人間の体に鹿の頭がついてるようにも見えるし、普通の人間が鹿を背負っているようにも見えるっていうか、これなんか狩りとか助けに来たようにも見えるし、こう主体がどちらかわからないようにわざと作っています。なのでこう見る人によってこう知覚が変わるし、見ている間に混乱させようと思って作りました。両義性というか。でこれは、ラジオ局の隣っていうのもあるんですけど、コロナ禍でオンラインでのつながりみたいなものでどうにか人とつながらなきゃいけなくなった時に、こうどうやとにかく反応が欲しいというか、こう相手のかすかなささやきでもにも耳を澄ませたいっていう気持ちがすごくこう湧き上がってきて、これは糸電話が一番なんていうか欲しているものなんじゃないかと、そういうイメージがありました。作品の中に込めた。ありがとうございます。次ありますかね。これね、一番最初になんか手がかりないですかってスタッフの方に伺った時に、ゴゼさんっていう人たちがいてっていう話をされた、フラムさんでしたっけ。でちょっと調べていく中で
一つ写真集を見つけて、その中でこう雪の中歩いていく姿みたいなものがあって、最初はそれをすごいもっと小津さんについてのテーマでこう考えていけないだろうかって思ったんですけど、いやちょっとやっぱり距離があることで、つながりきれないなっていうところで、一つ営みの姿として、盲目の女性で、楽器をやって門付けしながら生きていくわけですね。で、僕の生まれた高田っていうのが割と小瀬さんが発祥みたいなところがあって、そこの人たちが十日町の方まで、今トンネルになってるんですが、山をこう歩いて集落で門付けをしながらこう生きていくと、そういうのですね。そうです。そういうことがあった地区ですね。で、これが「犬のお母さん」っていうタイトルで、子育てしている犬の身体っていうのがとてもエロティックで、見てはいけないものなんだと20代は思っていたんです、すごく何か見ちゃいけないものを見ているような、だけど醜い形というか、その乳房が膨れて、でそれでこうテーマとしてずっと描いてきて、ドローイングなんかに描いてきたんですけど、自分がこう子供を産んで、授乳している時に夜泣きしながらしている子供を授乳している時に、私も犬になったと思ったんですよね。なんかこれは私は犬だなって思ったんですよね。なんで動物になってしまったとこう悲観的に思ったんだろうっていうのをすごい不思議だなと思って、こう実は想定としてはその犬のお母さんが一番最初に最初ですよね。でこう最初犬のお母さんがその最後までこう最後のこう反対側を、あとの11作品をもう見てるみたいなことで始まるっていう形にしたくて、で最後の作品が、子供を寝かしつけている、そうですね、休息ですね、寝かしつけながら寝てしまったっていう。でこう寝てる間に気がついたら春が来てるよっていう、誰も気がつかないけどみたいな、そういう意味合いで、一番最後これの作品で締めようかなと思いました。そういう流れ、で作りました。中谷さんの作品ってだからその自然と人間の淡いみたいなところがあって、で僕はそこに引きつけられるんですが、なんていうかな、その山の民が、こっち降りてくるとか、人間がやっぱり山の神とつながるとか、そういうあたりの感じがあってね、それは今でも感じる時が人によってあるし、僕も多少思う時があるんですが、そういう感じがベースにあるなと、ずっと思ってたんですね。でそういうそこが何かこのつまりの物語をやる時に、すごくいいなというふうに思ってた。